の 900SS スーパースポーツに乗って岐阜県大垣市に旅に行きました。まず須ノ俣城に行って、近くに桜のトンネルがとっても綺麗で、そこをまずめがけて向かいましたね。でもう一つお城がありまして、稲葉山っていうところの頂上に、岐阜城で稲葉山城とも言うみたいなんですけど、岐阜城に行ってきました。私個人的には須ノ俣城がすごく好きで、なんて言ったって土手からとても近くにあるちょっとこじんまりしたお城ではあるんですけど、菜の花とあと川沿いに咲く延々と続くような桜のトンネルがもうこの季節にぴったりだなって思いました。古いバイク、古い街並み、とても合いますよね。そういうところがやっぱり岐阜県大垣市にはたくさんあるので、やっぱバイク乗ってて楽しいなって思うスポットはまだまだありそうで、タオル屋さんに途中寄ったんですけど、あそこのタオルがもうめちゃくちゃ今話題みたいで、ついちょっと寄ってみたくなっちゃったんですけど、なんか使った人の話によれば、もうなんでしょう、リピーターがたくさんいて、もう薄いものから厚いものまで全てふわふわの生地で作られていて、なんか丈夫みたいで何回使ってもそのふわふわが維持されるみたいで、やっぱ岐阜県って繊維の町として栄えて、で多分そもそも岐阜県って大きな川がたくさんあったじゃないですか。やっぱ川があるところには文化が栄えたり人が集まったり、そういう歴史があると思うんですけど、そういうのを今回たくさん垣間見れたかなって思いましたね。あんなに桜が咲いてるとこなんてないですよね。だから今回すごい旅してみて楽しかったです。今回は私もともとヴィンテージバイクが好きなので、ちょっと愛知県にあるオートプレステージさんっていうヴィンテージバイクとか、あと面白い車を使ってる方にちょっとお願いしてみて、ドカティの古い車っていうことで今回 900SS が状態がいいということでお借りしました。本当ベテランの男の人が乗ってるイメージしかなくて、もう私みたいな年齢の人は多分乗ってないだろうなって思ったんですけど、ちょっと難しいものにあえて挑戦したがる性格もあって、 900SS に一度は乗ってみたいっていう夢がちょっと今日叶っちゃいました。こう古いバイクだなっていうその生き物みたいな感覚でこう長い時間一緒に触れ合うことができて、パワーはもちろん下からこう盛り上がるようなトルク感もちろんたくさんありましたし、なんでしょう、なんかこう趣深いバイクだなっていう感覚がすごい強かったです。やっぱり英国風のカフェレーサーにしたいなっていう思いがあって、やっぱり好きなジャンルがヨーロッパ系のカフェレーサーだったので、ドカティ SS は本当に私のドストライク入ってました。欠賃っていう欠賃はなかったですね。
キックアームがこう自然にこう戻ってくるのに足を滑らせて足にぶつかることはありましたけど、そんなに圧縮がボンって跳ね上がってくるようなことはなかったですね。基本的に信号待ちで止まったりとかした時のエンジンの心臓がすごい安定してたんですよ。だからずっと不整脈もなくずっと同じリズムというか、安定したリズムを刻み続けてくれてたので、古いバイクでこんなに安定してるんだってびっくりしました。パワーはそうですね、トルクがすごいトルクがこう太いの私結構個人的に好きなのですごい走りやすいなって印象って言っても高回転も今回全然そんなに飛ばすような道がなかったので出せませんでしたけど、もう加速がすごかったのでこれはすごそうだぞ何やらって感じでした。そうですね、なんか基本的にはカジュアルな感じで乗るのが結構好きで、普段からだいたい上は革で下はデニムかちょっと革のパンツなんですけど、ちょっとスカーフは巻いておしゃれをするのがいつもなんですけど、それのパターンともう一つ今回新しく挑戦したかったのがちょっと峰不二子になりたいみたいな、そういう欲求をちょっと満たしてくれる、ファッションがあったので、そんなファッションもちょっとチョイスしてみました。はい、岐阜も愛知の文化がかなり流れてきてるなって印象で、味噌煮込みうどん屋さんがめちゃくちゃ多かったですよね。私本当に昔から味噌煮込みが大好きなので、この辺来たら絶対やりたくなっちゃうんですよね。美味しかったですよね。ちょっと通常よりも固めって感じがしましたね。コシがあるっていう。満足度、いや絶対に岐阜県は本当にこうバイクで楽しむスポットがたくさんあるなって。道も結構広いですし、何よりこう川が多いから、その川の横に堤防が土手が必ずあるじゃないですか。そこを走ると信号もないし、もう一気に目的地まで行けるようなストレスなく走れるっていう道が多くて楽しかった。